ても簡単な算数だね。これがオプションを使う理由だよ。ここでわかる重要なことは飯の種はというわけだね。あなたは本当のオプション取引を知らないかもしれない。いやむしろ結果が出ずに悩んでいるのであれば、それは教科書の堅物的な捉え方が原因かも。そんな人には今回のレポートは非常に有益なものになるはずだよ。10分程度の短い動画なのでぜひ最後まで見ていってね。今回はプロテクティブコール、こうして人様にお見せできるほどにほぼ完璧なボラティリティトレードのネタを仕入れてきたよ。ボラティリティトレードはオプション取引では必須のスキル。しかも今回のプロテクティブコールは多くのオプションスプレッドの中でも基本中の基本、一番最初にマスターしてほしいスプレッドだよ。動画内の何か一つだけでもいいので絶対に気づきをつかんでいってね。了解。舞台は FOMC 明けの東京市場。ランチタイムアタックの上げ盛りの波に短期的に乗ったレポート。ランチタイムアタック。そう、先物がぬるぬる動く相場付きのランチタイムは大人の諸事情で極端な動きに発展することがあるよ。デートレ的なオプション短期トレードの参考にしてね。それではオプショントレードの現場の様子を詳しく見ていこう。2023年6月15日木曜日11時50分、東京市場ランチタイム。まずここ最近の先物冷やしチャートから。大相場が絶賛進行中だね。そうだね、もう止まらん状態だよ。さて、そんな大相場のある日のランチタイム、レーダーが反応。この感じ、ランチタイムはぶち上げ盛りかもしれない。この時点で勝ちを確信した。とりあえずプロテクティブコールをエントリー。 FOTM コールを使え、がっつりしっかりとベガを買っていこう。レモンの大好物のクズオプションだよ。早速だけど、レーダーが反応ってどういうこと？どうしてこのタイミングでエントリーしたの？それはね、特に何かの指標があるわけではなく感覚的なものだと思う。いつもうまく説明できないのでレーダーが反応と表現してるよ。あ、これ来るなみたいな感じ。そうそう、耳の上のアンテナがピクッと反応するんだよ。あ、これ取れるなって感じだよ。みやびもそういう経験あるでしょ？ないよ。あともう一つ、さっきぶち上げ盛りって言ってたけどどういう意味？先物上昇で全ての IV が盛る上げの全盛りのことだよ。エリスチャートとスマイルカーブを見ると 1% ほど全盛りしているでしょ。上げの全盛りはとても珍しい IV 変化のパターンで、先物は IV が拡大してしまうほど予想外の急騰や連投をかましてる状況と言えるよ。なるほど。じゃあ今回は上げの全盛りを利用してベガを抜いてしまおうということだね。そうだよ。オプション市場に上げの全盛りが起きるとき、最も美味しい飯ネタの一つが提供されるトレード機会だと思ってこのタイミングを逃さないでね。日頃からスマイルカーブの観察が大切だね。では改めてポジションを見ていこうか。こんな感じにプロテクティブコールを組んだよ。ミニマイナス2枚に対してコール開玉はプラス25枚。コール開玉の枚数多いね。FOTM で組んだのと少しデルタロングに傾けたからね。スマイルキャッチャーの縦玉シートでグリークスを確認するとデルタはプラス 0.15 だからコール開玉を8枚余分に買ってデルタをロングに振っているね。今回はどうして FOTM で組んだの？1枚10円なんてクズオプションのところじゃん。ああ、いい疑問だね。そこ重要なところだから後で説明するわ。こいつ生意気だな。改めてスマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、強域は現在地付近、広域はペイオフダイアグラムの全容が視覚的に把握できるよ。グリークスチャート、それぞれデルタ、ガンマ、セータ、ベガだね。先物水準によってグリークスの変化が視覚的に捉えられるよ。スマイルカーブはこのチャンネルのライブ配信で確認できるよ。15分後の12時5分、やはり正午に向けてプロテクティブコールソセージから先物は100円ほどぶち上がって33,750円に到達。正直もっと上げてくと思ってたけど昨晩の直近高値の33,770円に抑えられて今日はここまでみたい。その後に反落するも上げの全盛りは継続中でコールは盛り残り、10円で25枚仕入れたコール開玉は12円に上昇。ホールド中のプロテクティブコールの評価益はプラス46,000円になってる。そうだね。スマイルカーブは
上げの全盛りが拡大中だよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、そしてグリークスチャート。さて、みやびがさっき言ったなぜ FOTM のクズオプションを使うのかって話だけど、ここはボラティリティトレードを実践していく上で超重要なポイントなんだよ。しかしまずグリークスのベガが理解できてないと話は始まらない。そいじゃみやび、ベガってなんだっけ？ベガは IV に対するオプションプレミアムの感濃度。そうそう。じゃあベガの値は何を表してるんだっけIV1% に対するプレミアムの変動を円価で表してる。そうそう。ベガ損益の計算方法を教えて。ベガ損益イコールベガ値×IV の変化幅。なんだ、意外と勉強してて面白くないな。おい、そこの猫。とても簡単な算数だね。ベガの詳しい解説は M1 レポートのブログを見てね。概要欄にリンクを貼っておくよ。じゃあ実際にベガ値×IV の変化幅を使ってホールド中のプロテクティブコールのベガ損益を計算してみようか。まずスマイルキャッチャーの縦玉シートを見てみよう。現在のベガ値は 95.14 だね。次に IV の変化幅を出すためにポジションを取った15分前と現在の IV を比較しないといけないね。スマイルキャッチャーの縦玉シートの画像を比較してみよう。コール開玉の15分前の IV は 22.38、 現在の IV は 22.85 だね。だから IV の変化幅は差し引きプラス 0.47 ね。そうだね。ではベガ損益の計算式に当てはめてみよう。ベガ損益を求める計算式はベガ値×IV の変化幅だったね。ベガ値は 95.14、 IV の変化幅はプラス 0.47、 計算するとプラス 44.72 だね。そうそう。ベガ損益は 44.72 円。改めてスマイルキャッチャーの縦玉シートでコール開玉の損益を確認してみよう。現在の評価損益と大体一緒。厳密には時間経過や先物変動、ベガ以外の各グリークスも作用して来たり一緒というわけにはいかないけど、短時間だからほとんど無視できる程度のものだね。ここでわかる重要なことはオプション価格、強いてはポジション損益に影響を与える値としてベガの成分の寄与度が圧倒的に大きいということだよ。次に現在のもので申し訳ないのだけど、今回のプロテクティブコールと同じデルタ 0.2 で合わせた4万線の OTM コールと4万4000の FOTM コールのベガ値を比較してみよう。4万4000の FOTM の方がベガ値が大きいことがわかるね。枚数は OTM は 1.3 枚に対して FOTM は13枚。10倍違うよ。このオプションの残存は28日だけど、満期が近づくほどベガ値と枚数の比率は高まっていくよ。スマイルキャッチャーをいじって試してみてね。頭の良いみんなならもうわかるよね。 ATM や OTM ではなく、これが FOTM のクズオプションを使う理由だよ。 FOTM を使った方がベガをより多く積めるんだ。さっきのベガ損益の計算方法は掛け算だったよね。引数に数字が大きい方を渡せば返ってくる値も大きくなる。つまり損益額も大きくなるよ。なるほどね。そういうことだったのか。まだまだ知らないことがいっぱいあるな。どや。たまにマーケットコメンテーターが満期に届くはずもないはるか遠くのオプションがなぜか大量に買われているとか言ってることあるよね。それって。ああ、そうそう。理解できないって不思議そうに言うことあるよね。実際のオプショントレードの現場では満期に届く届かないなんてどうでもよくて、見ているのはクズオプションが持つこのベガ値なんだよ。大量に買われるのはデルタ合わせで必然的に枚数が多くなるだけね。クズオプションにも相応に買われる理由があるということだね。それじゃ少し長くなっちゃったけど、話をホールド中のプロテクティブコールに戻して、上げの全盛りが生きているうちに返済注文を入れて評価益をポケットに入れてしまおう。これすぐにしぼむから引き際を遅らせないでね。12時15分、全返済完了。オプション取引には多くの手法や戦略があるけど、専業のオプショントレーダーが実践する取引の多くは今回のようなボラティリティトレードなんだ。オプション取引はボラティリティの取引って言われるでしょ。飯の種はボラティリティというわけだね。知らなかったよ。こんなこと教科書には書かれてないし。オプショントレードの実践経験がないとわからないことだからな。あ、そうそう。ちなみに今回のプロテクティブコールだけど、先物の下落局面でも取れるぞ。そうなの？どういうこと？
コール買いのスプレッドだから相場が上昇しないと取れないなんてことはないんだぞ。ペイオフダイアグラムを見ると相場の下落に強いスプレッドだとわかるよ。先物の下落が進めばスマイルカーブはどう変化するんだっけ。下げの P ハゲ C 盛りになる。あ、コールが盛るのか。そうそう、コールの FOTM の方から持ってくるよ。先物はショートのスプレッドだから先物ポジションには利益が乗り、買っているコールは持った出買い機とデルタゾンやセータゾンとの綱引きだね。あわよくば先物ショートとコール開玉の両方ともプラスの評価域になることもあるよ。マジでそんなことあるの？ベガがオプションプレミアムに与える影響は大きいからね。例えば教科書通りのカバードコールをやって先物買いとコール売り玉両方でまた先両損食らったことない？あるある。あるのかよ。あれなんなのよ。プロテクティブコールはカバードコールの逆符号のスプレッドだから損益も逆、そういうことだよ。まとめるとプロテクティブコールは上昇パターンなら上げの全盛りは必須、下落パターンなら下げの P ハゲ C 盛り、むしろ先物下落パターンの方が取りやすいかな。プロテクティブコールはこの条件が当てはまったタイミングでエントリーすると良いと思うよ。上昇相場や下落相場の戻り売り局面などのハイローバンドのハイラインタッチなんかがそのタイミングだね。なんか私にもできる気がしてきたよ。オプションの優位性を生かして高い精度で成功させるために先物の上げ下げ横の3パターンのうち基本的には2つのパターンで取れる時だけエントリーするよ。プロテクティブコールは上げと下げの2パターンだね。これをエモンレポートでは3対2の法則と言っているよ。3対2の法則で取れる時だけエントリー覚えておいてね。了解。ああ、いろいろ言ってたら長くなっちゃってごめんね。他にも言いたいことはいっぱいあるんだけどまた次の機会にするよ。ここまでご視聴ありがとうございました。岩牡蠣石みたいだけど食べれるの？ママよ、旅の恥はかき捨てだ。おい、おみや、ごまの分もよこせや。おっとちょい待った、そいつは隠しておけ。おじさん言いにくいんだけど。将来は日本中を旅する絵描きになりたいんだとよ。初めて見たよ。リツが探してるから戻るよ。そいじゃまた。